皆さんこんにちは、ボブです。今日はですね、手帳タイムではないんですけど、ちょっとイベントがあったので、そちらに今日は行ってきましたので、それのご紹介の動画となります。もしよかったら最後まで見てくださると嬉しいです。ですね、今日行ったイベントがうさぎや岡山店さんがイベントをしている、ペンとインクとガラスペンっていうイベントかな。なんかちょっとタイトルが長かったような気がするんですけど、そういった感じのイベントをしてまして、今日と明日でワークショップとかがあったりして、土日ですね。だからで今日から何日か、土日じゃなくて何日か期間があって、それは多分インクのフェアみたいな感じでやられているみたいなんですね。なのですごいね、私はちょっと初めて行ったんですけど、岡山店の方にナビで行ったんですけど、もうちょっと知らない道って本当に私運転あんまり上手じゃないので、もうドキドキしながら一人で行ってきました。でちょっとワークショップが3時からだったので、それよりちょっと前に着いたので、ブラブラと中をちょっと店内を見てたんですけど、ものすごいうさぎ屋さんは倉敷の方は結構ちょこちょこ行ってるんですけど、子供のね中学校に上がる時とかシャーペン買いに行ったり、ペンケースじゃないな、筆箱ポーチみたいなのを買いに行ったりとか、揃える時に行ったりしたんですけど、もうね、本当岡山店さんはすごい、もう規模が違いますね。もうインスタとかでもよく文具系のを見させてもらうんですけど、それのスタンプとか、あとリフィルもですし、あとは、スタンプインクパッドとか、もういっぱいあったんですね。その実物では見れない、もう今までネットでしか買えない存在のものが全部あって、それこそ手帳もちょっとですけど、トラベラーズノートとかもあったし、あとMD ノートも置いてたし、もう本当にね、実物がまさか見れるとは思わないものが本当にいっぱいあって、もうね、半日は折れるかなっていう感じでした。でちょっと長くなりそうなので、今日は、ワークショップで、手作りレザーバインダーっていうのがイベントあって、それを予約してたので参加してきました。でも早速お見せするんですけど、こちらになります。1
1枚のなんかねこういう皮が何個か用意されてて、色がね何色かがあって、私はこれ多分黒ですよね。黒色を選びました。あとは茶色、ブラウンのなんか薄いキャラメル色っていうのかなとか、ブラウンとか、あとピンク色とかもあったんですけど、私もしあったら緑色が良かったんですけど、やっぱり緑はなかったので黒色にしました。で M5 サイズと M6 サイズ、ミニ6っていうのかな、どっちだろう、その2つで選べたので、私は今回は M6 にしました。でまずね、すごくね楽しかったんですよ、作るの楽しかったんですけども、本当ちょっと場所見知りと人見知りが発揮してしまいましてもうだいぶね4名かな、各クラス4名、だいたい1回のする作業の50分ぐらいで取られてるのかな。それを4名で予約できるんですけど、4名とか4名までの枠であるんですけど、もうね皆さん多分一人一人で参加されてるのかな、他の3人は私以外なんですけど、みんなワイワイとねなんか会話が弾んでるんですけど、私はちょっと会話に乗り込めなく、もうえへへみたいな、こんな感じのあははみたいな、もうなんか笑うので精一杯みたいな、そんな感じの、本当にもうねなんか人見知りを発揮で久々にしましたね。もう自分でもなんかもうちょっと苦笑いてんてんてんっていう感じの本当に、まあでももうそれはさておき楽しかったです。まずねこれをね1枚の皮を選んで、もう M6 サイズなので、もうここだけをカットしたら、あとはもうサイズはこれで大丈夫なんですね。で M5 サイズの人はまたここをカットするっていう感じだったんで、私は M6 にしたのでこれでここだけカットで、これもねもらいました。これもなんか自由にしおりにするなり挟んだりするなり、もうほんと何でも自由に使って持って帰ってくださいっていう感じなので、これはねちょっとどうしようかなって考えます。でね、ここのなんていうんだろう、もう本当にただのなんかザラザラっていうんですかねの状態だったので、ここをちょっと何だったかなわかんないけど薬じゃないけどケア用品なんかわかんないんですけど、それを塗ってちょっとねつる加工っていうんですかねしてます。でここをヤスリでこっちとこっち側を削って、でここにもその塗ったやつをここにも塗って、ここをなんかなんていうんだろう、また名前がわかんないけどコロコロやって、ここコバっていうんでしたっけね、コバのなんか加工をしてます。なのでだいぶねちょっとまだ全然ねヤスリがちゃんとできてないのでザラザラな感じもあるんですけど、それはね手作りっていうことで、使っていくうちにねちょっとは柔らかくなるかなとかいいかなと思って、こうねゴシゴシなんかやったりして、で
でここに穴を開けて、これネジタイプでなくなんかトン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 するタイプトントントン、名前が分かんなくてすみません。これね、最後はちょっと力がいったのでやってくれたんですけど、穴開けとかはね自分でこうポンポンっていう感じでやって、こんな感じでね作ってきましたよ。かわいい。でここもね丸くちょっとカットしてヤスリでちょっと綺麗にしたい感じですね。色がねほんと悩んだんですよ。ブラウンちょっと濃いめのブラウンっていうのかな、それでもいいかなと思ったんですけど、まあ黒かなっていう感じで、ピンクもあったんですけど、結構ね明るめのピンクだったので、なんか私が持つのはちょっとおかしいなっておかしいというか、ちょっとね暗い色がね多分お分かりかと思うんですけど好きなので、私は黒色を選びました、ね、なので手帳が増えてしまいましたでもねダイソーで買ったリフィルもあるし、ちょっとね使っていこう。で結構ねまだ一応ここ折り目はねつけたんですよ。こうただこういう感じでしただけなんですけど、折り目はつけてるんですけど、どうしてもやっぱりね開いちゃうので、なんかねここにちょっとなんだろう、ペチャっていうマジックテープ式か、ボタンはちょっといいかな、マジックテープ式な、なんかここをね止めれるようにするか、また紐で。でも紐だと結構ね跡がねつくかなとか思って、ちょっとね止めるやつを作りたいなって思ってます。あと今はねちょっと最近言っていいのかな、仲良くさせてもらってるでいいかなわかんない。ちょっとね、YouTube でも投稿されてますヌーさんっていう方の作ってる布のリフィルって言ったかながあるんですね。それを作りたいんですけど、ちょっとね家にいい生地がなくって私アメキャラとかまあねわかるかな、知ってる人は多分知ってるけど、スポンジボブとかも好きだし、あとヴィンテージシーツとかのそういう系は持ってるんですけど、少しですけどね持ってるんですけど、この手帳に合うようなちょっとおとなしめの布で可愛い感じの布がちょっと家にないので、またね布を買いにちょっとね手芸屋さんでもまた今度行きたいなって思ってます。で布のここ布リフィルをちょっとね制作したいなって思ってます。そう作りたいなってずっと思ってるんですけど、まず布がなかったお家に布がなかったです。はいなのでねそれも作ったらちょっとこれかバイブルサイズにでもしたいなって思ってます。これもねちょっとどんな感じになるか。でもうね結構ハンドメイドのものだし、ちょっとねもうレザーケアしてもいいかなとか思ってます。早いかなね、すごいこんな感じで
すぐ開く軽い感じでいいですね。これね M5 サイズ今日ねやばい手帳持っていこうかなどうしようかなって思って、そしたら手帳を入れる袋がなかったからちょっと探してそういえばこれ使ってなかったんですよ。お友達がね代行してくれて、以前何でしたっけね、3コインズかな、3コインズでトイストーリーのね出てた時があったので、その時にお願いしたんですよ。こっちではもうなかなか買えなかった、売ってなかったのかな、もうなので代行してくれて買ってくれた。これをね全然そういえばあったと思って使ってなかったので、これに入れていってました今日は。なのでねこれに布リフィルもいいかなと思って、もうだいぶ今でもねパンパンになってるからちょっとどうしようかなっていう感じです。でも可愛いですよね、きっと布リフィルちょこんと出てて、でファスナーつければね入れれるし可愛いと思います。これもまたね使っていきます。でこれはまたどうしよう、悩みますよねなんか使いたいですね。で次がブラブラして何だったかな、インクを使ってなんかね塗りたくり絵体験っていうイベントじゃないやワークショップもあったんですね。それは予約しなくても誰でも参加できるスペースがあって、全然空いてる状態の時があったので店員さんと目が合ってしまいついつい可愛いですねって言ってしまい、で結局椅子に座ってやりたいですって言ってしまったというなんかよくあるんですけど、それをポストカードかなんかねミニサイズのカード、インクカード、それは2枚があるんですね。ポストカードは1枚選べていろいろあったんですけど柄、私はねこちらこれはねこんな感じで5枚入りって書いてある。こんな感じでちょっと見えますか？なんかね絵が描いてあるというかあるんですね、絵が。それをインクをねこうパラパラパラってやるとこんな感じのね絵がねあるんですね。それをめちゃめちゃインクをね用意されてて50種類ぐらいあったのかな、わかんないけどいっぱいあったんですね。それを綿棒につけてご自由に塗ってくださいっていう感じで、私はこんな感じでやりました。もうなんかセンスですよね、こういうのってやりながら店員さんにこれ大丈夫ですかねって何回も言ってました。だけど全然いいですよとかってすごいね可愛らしい店員さんで、もうなんかそれだけでちょっとねもうなんかほっと安心したんですけど、なんかねいろいろありましたね。これだけしか覚えてない。あとちょっとこれはねなんか星空だったかな、なんか空っていう名前がついてる気がするインクです。でこの真ん中これはきびだんごだから多分岡山のインクですね。あとはちょっとねこれが
レモンだったかな、瀬戸内レモンか、覚えてますね結構。でこれは瀬戸内レモンとこの水色は何だったかな、この辺ちょっともうねインクの名前ちょっと覚えてないんですけど、いっぱいある中で綿棒でこう塗っていくって、塗ったらここの白い部分は色がつかないから出るみたいな感じ、こういうね体験もしてきました。めちゃめちゃねこれも可愛いですね。記念になるから嬉しい。またねインク持ってないので、インク持ってるけどそんな大したシーンとかで買ったインクとかなのでどうしようかなって感じ。これ見えますかね、わかるかな、あるんですよ絵が、このね手が塗るというか、またねインクをお持ちの方にお友達がいたらねあげたいけど、どうだろう、いるかな、そんな友達いいですね、かわいい記念になりました。それであとはこちらのバイキングをしました。こちらね、うさぎやレイメルジーリフィルバイキングポケットサイズって書いてますね。でこの袋に入るだけバイキングができるんですね。何種類置いてるのかちょっと写真とかね、店内の写真とか、できたら撮りたかったんですけど、なんかそういう雰囲気じゃなかったのでもう人も多かったし、なんか写真なんか撮ってる人もいないし、もうなんかいいかと思って、こんだけ入って300円だから、どうなんでしょう、安いんじゃないんですか。でいろんな種類を選びましたよ。お試しでバイキングの時にお試しでちょっと一回使ってみて気に入ったらね、またそれを買うっていう感じで、そういう趣旨があるのかな。でちょっとね最近気になってるからトモエリバーのリフィルを買ったり、あとちょっと無地とか、これは色付きですね、色付きの再生紙ってやつだったかな、これは。ここにはスムージとか、あとこれがちょっとねすごい、何だったかな、竹でしたっけ、なんかちょっとね厚めの紙なんですけど、これもねドットのやつと、なんていうんだろう、この線のやつ、結構いろいろね選びましたよっていうか、マンスリーとかなんだろう、あまり使わないもの以外はどんどん通るようにしました。これでねちょっとお試しで使ってみたいなって思います。かわいいですよね。ポケットサイズ、ですね。かわいい。でバイブルサイズもあったんですね。ポケットサイズ、バイブルサイズ、あと多分英語かな、3種類あって、バイブルサイズもしたかったんですけど、あまりそんなにねスペースがね大きい感じに設けられてなかったので、私の前に1人やられてたので、そのなんか撮る時もちょっとすみませんって感じで撮る感じだったので、
ちょっともうポケットサイズだけでやめとこうかって思って、これでまた今度ねこういうイベントがあったらぜひねバイブサイズもしたいなって思います。まだね入れようと思ったらねまだね若干余裕があるんですよ。だけどインスタライブをねうさぎ屋さんで見てたので、あまり詰めすぎたらこの髪がねせっかくの髪がダメになるのでとかって言われてたので、ちょっとね控えめにしました。本当はもうちょっとねピチピチに入れたかったんですけどでも結構入ってるし、もう全然満足です私はね。お試しでちょっと使えるから全然いいかなって思ってます。お得ですよねバイキングで。これがもう、3個目の体験かな、ワークショップじゃない体験をしてきました。であとは購入品、あとこれをねバイキングをしたら今このダヴィンチさんのブックマークがなんかお渡ししてますって言われてもらいました。すごいうわ嬉しいと思って、非売品って書いてます。かわいい、すごいダヴィンチさんこんな感じですごい革ですよね。赤もあってブラウンかわいい。これをねいただきました。ちょっと嬉しいと思ってこんなねいただき物をするなんてやってよかったです。これをしたらこれがいただきました。でインクガチャがね本当はしたかったんですよ。めちゃめちゃしたかったんですけど、このワークショップをしてその後にしようかなと思っていたらもう売り切れて終わってましたこれのね早く着いたからすぐインクガチャすればよかったですね。当たりも結構な確率で入れてるって言ってたし、全然500円なんですけど1回全然お得だと思ったので、ちょっとねインクもね欲しいなと思ってたのでね、残念ながら売り切れてました。でそこにはねもう万年筆もいっぱい置いてたんですよ。もうだからそれで1個ねめちゃめちゃね欲しいのを見つけてしまって、ちょっとねめちゃめちゃ悩んだんですよ。全然高くないですよ。私が買えるお手頃価格です。プレビっていうのかな、もうあんまりねマネージ全然詳しくないのですみませんが、プレビっていうのでなんかねあって、それがちょっとね好みなのがあったので欲しいけどどうしようかな。ちょっと本当知識がないので、これはカートリッジタイプなのか、まず吸入タイプっていうんですかね、それがまず分からなかったので、万年筆を買ったところでインクをどうするみたいな、入れるのにどっちだとか、その辺をねちょっと私のコミュ障が発揮しまして、店員さんに聞くのも面倒くさかったっていうのもあってもうちょっとね疲れてたんですよ。これ終わった後だったので、ちょっとね、聞くのも面倒くさいなと思ってちょっとそのままもうね、これもやったし、もうバイキングもしたし、もう満足だし、よしもう帰ろうってなって買い物したので、だからねちょっと
聞けなかったんですけど、ちょっとねもしねまた行くことがあれば、多分それはねイベントじゃなく普通に多分置いてるとこだと思うんですよ、万年筆は。なのでねちょっと買いに行けたらまたね調べて行こうかなと思ってるんですけど、ちょっとね行くのがもう結構大きい道っていうんですかね、バイパスを通ったりしたのでちょっとね怖かったんでまあ行けるかなわかんないんですけど、もし機会があって行けるんであれば、その時はねその万年筆をちょっとお迎えしたいかなって思ってます。はい。でインクのねめちゃめちゃそのインクフェアを今日からされてるので、なんかねご当地のインクとかもいろんなところが置いてたみたいで、ちょっとこの辺をいただいてきました。あとまだ何個かあったんですけど、さすがになんかインク買わないのにこんなバッパッパッ取るのもちょっと失礼かなと思って2つだけちょっとねいただいてきましたね。名前があるんですけど、すごいねちょっと気になりますね。インクも沼ると大変ですけどね、やっぱり。でここからはちょっと購入品なんですけど、全然買ってないですね。今回はまあ一応これがメインで行ったのでワークショップを、まあ、ちょっとはねなんか大きいとこなので買い物もしたいかなとは思ったんですけど、ちょっとね一人だけで行ったっていうのもあるし、ちょっと夕方で早く帰らんとなっていう。今日も仕事終わってお昼ご飯食べてすぐ行ったので、もう祝日までちょっと私は仕事なのでもう早めに帰ってきました。でこれがね3つ買い物をしてきました。これはねうさぎ屋さんのオリジナルマスキングテープ第2弾って書いてますね。結構ちょこちょこされてるんですかね。このなんか文房具系の黒色のねこのマスキングテープと見えますか、このメモ帳なんかタスク系な感じで使えそうとか、植物がね可愛いから買ってみました。このシリーズなんかね 3,4 種類ぐらいあって、いろは出版さん可愛かったんで、またねもし見つけれたら欲しいですね。であとねうさぎ屋オリジナルコーナーっていうのかな、うさぎ屋のコーナーがあってちょっと名前忘れちゃった。デニムストリートの添え踏み線っていうのかなを買いました。まあ一応ね岡山といえばデニムがね有名ですよね。なのでちょっとね可愛いから1個だけ買ってきました。このシリーズもいっぱいあったんですけどね、ちょっと、厳選してデニム可愛いデニムを買いました。はい、こんな感じで今日はですねちょっとイベントに行ってワークショップをしてきましたというね動画になります。またねこのどんな感じになるかわかんないんですけど、この M6
手帳、これをね使えたらいいかなとは思うんですけど、何分最近ねこの M5 サイズに慣れてしまったので、スクエアなんですけどちょっと広いねなんですけど、この大きくなっちゃうけど、まだこれもね使って何に使うかはまだ決まってませんけど、ちょっとせっかくなのでねイベントがあるということで行ってきました。楽しかったです。自分で作る手帳いいですね。こんな感じで、はい、今日の動画は終わろうかなと思います。ここまでご視聴くださりありがとうございました。いつもコメントくださる方やいいねしてくださる方もありがとうございます。すごいね結構なんだろうな、波もあるんですけどゆるーくね投稿もしていきますので、またね暇な時や手帳タイムのお供にでも流してもらえたらいいかなと思います。それでは今回はこの辺で終わろうと思います。ありがとうございました。それではまた次回お会いできたら嬉しいです。バイバーイ。